紀元前3000年代、メソポタニアの王たちはローの平板に見た夢とその解釈を記録しました。その1000年後、古代エジプト人は夢占いの本に100種類以上の夢とその意味を書いたのです。その後も人々は夢を見る理由を探し続けました。現代の科学的研究や技術の進歩、粘り強さにより明確な答えではないものの、いくつかの興味深い理論を得ました。私たちは願望を満たすために夢を見ます。1900年代初め、ジークムント・フロイトは、すべての夢は悪夢も含め、意識下での日常生活のイメージを集めたもので、潜在的な願望を叶えるための象徴であると述べました。フロイトの理論によると、目覚めた時に思い出せる夢は、無意識下の原初的な思考、衝動や願望の象徴なのです。フロイトは覚えている夢を分析によって、心の無意識下から意識下へと呼び起こし、願望の抑圧による精神的な問題を明らかにし、解決されると信じました。私たちは記憶のために夢を見ます。精神的な作業の効率には、睡眠、さらに夢を見ることで効果が得られます。2010年、複雑な3次元迷路の実験で、被験者たちが2回目の思考前に少し寝て、迷路の夢を見たところうまくいったのです。実際実験中、寝ずに迷路について考えていた人たちや、迷路の夢は見ずに少し寝た人たちより最大10倍良かったのです。研究者たちの理論によると、睡眠中に記憶の定着過程が起こり、夢はその信号であるとされます。私たちは忘却のために夢を見ます。脳の構造内には約1万兆の神経接続があります。考えたり行動するたびにこのつながりは増えていきます。1983年、神経生物学の理論である逆学習によると、睡眠中、主にレム睡眠中に新皮質はこれらの神経のつながりを見直し、不要なつながりを消去します。夢を見るという忘却の過程がないと、脳は無駄なつながりで過剰な負荷がかかり、必要な思考がちょっとした雑念に妨げられてしまいます。脳の機能を正常に保つために夢を見るのです。連続的活性化理論では、脳が正しく機能するために長期記憶を統合・形成する過程で夢を見ると説明しています。外界からの刺激が少なくなる睡眠中などに脳は自動的に記憶を呼び起こし、データを生成します。それが夢の中で経験する思考や感情として現れるのです。別の言葉で言えば、夢は脳が見せているランダムなスクリーンセーバーのようなもので完全にはシャットダウンしません。危険や脅威にさらされた夢は予行演習であるという原初本能的予行演習仮説によると、夢の内容には重要な目的が含まれています。恐怖だらけの夜、森で熊に追いかけられたり、暗い将路で忍者と戦ったり、このような夢は闘争本能の予行演習となり、現実の世界で適切な行動を取れるようになります。しかし、いつも不快な夢とは限りません。例えば、魅力的な隣人の夢は生殖本能に基づく練習の機会を与えるのかもしれません。私たちは癒しのために夢を見ます。脳内のストレスに関連した神経伝達物質は、レム睡眠時に痛ましい夢でさえもほとんど活性化しません。このことから夢の目的の一つは、痛ましい経験を緩和する精神的な癒しだと唱える研究者もいます。精神的ストレスの少ない夢の中で痛ましい出来事を再現することは、明確に健全な方法で事態に対処する能力を高めるのでしょう。気分障害と心的外傷後ストレス障害を抱える人は睡眠障害があるため、睡眠不足がその障害の要因となり得ると唱える科学者もいます。私たちは問題解決のために夢を見ます。現実や習慣的な考え方の枠組みにとらわれず、夢の中では問題の把握に役立つシナリオを想像でき、覚睡時には思いつかない解決策を見出すことができます。ジョン・スタインベックは睡眠委員会と称し、睡眠が問題解決の効率的な方法だと唱えました。科学者アウグスト・ケクレはこれでベンゼン分子の構造を発見したのです。
まさに問題解決の最善策は一晩寝て考えると言われるゆえんです。他にも際立った理論があります。技術の進化により脳を理解し始めてきましたが、いつの日か夢を見る本当の理由が見つかるのでしょう。その日が来るまでしっかりと夢を見ようではありませんか。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持ち続けながら。